こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、イヤーファン、オープンジャンプ。耳を塞がないタイプの TWS です。イヤーファンさんのレビューは久しぶりだね。エアープロ3以来かな。そうね。オープンジャンプは、イヤーファンさん初のオープンイヤーなんですって。そうなんだ。いくつか発売されてると思ってたよ。ちょっと意外。VGP2025 金賞だって。へえ、期待が高まるね。ジャックさんも期待してるの？もちろん、オープンイヤータイプはいくつか使ってるけど、そろそろ新しいのを聞いてみたかったんでね。早速見ていこうか。はい、このレビューでは、スペックに関しては、画像で紹介する程度であまり触れません。使ってみた感想メインでお話ししていきますので、足りない部分もあると思いますが、よろしくお願いします。まず、最初は装着時のフィット感。基本だけど、装着した時ちゃんとフィットしないと、低域が弱くなっちゃうんで、調整大事。フックの部分が形状記憶合金で、無段階に調整できる。慣れるまでちょっと時間かかったけど、こんな感じで落ち着いた。音楽かけて、低域の出方を聞きながら調整したんで、結構うまくできたと思う。ケースに戻すとき、この溝に沿って収納するんですよね。調整したのが元に戻らないんでしょうか？形状記憶合金だから、ちゃんと調整した通りに戻ったよ。装着したまま3時間ぐらい外で使ってみて、全然耳が痛くならなかったし、ずれることもなく、装着していることを本当に忘れた瞬間もあったわ。充電ケースが薄くて小ぶり。ポケットにスッと収まるね。オープンイヤーでは最大音量が小さくて、外だとよく聞こえないというレビューを割と見かけますけど、オープンジャンプはどうでしたか？スーパーマーケット内で音楽をかけてチェックしてみた。ガヤガヤしてて周囲の音って案外邪魔なんだなって思った。聞こえづらい。で、音量を3段階ぐらい上げてみたら、周囲の音より音楽が大きくなって、マックスまでまだ余裕があったんで、音量が小さくて困るという心配はほぼないでしょう。その代わり、目の前にいる人との会話はできなくなったけどね。音量上げると耳を塞いでなくても会話は厳しいのか。そうなると音漏れが心配なんじゃない？そうだよね。家族に装着してもらって静かな場所で音楽を聴いてみてもらい、隣でチェック。少し音は聞こえたけど、さほど気にしなくていいんだなぁというレベル。その後自分が装着し、家族にチェックしてもらったんだけど、結構大きめに音楽かけても聞こえないってことだった。ビートのはっきりした曲に変えると、あ、ちょっと聞こえたっていうぐらいだったんで、そんなに気にしなくても良さそう。外やジムでのトレーニングというシチュエーションなら全然気にしなくていいんじゃないかな。自分が思っているほど音漏れしてないってことなら良かったです。通話はしてみた？相手の声ははっきり自然に聞こえたよ。こちらの声はちょっと機械っぽい音って言ってたけど、ほとんど問題なく届いてたって。オンラインの打ち合わせとかにもいいんじゃないかな。耳が塞がらない方が楽な場合が多いですからね。通話時の遅延は感じましたか？自宅内のテストで通話相手の生声と通話音が両方聞こえる状況で遅延は感じたけど、マイクロソフト Teams での会議とかで感じる遅延と同程度だったから許容範囲だと思った。映画視聴やゲームでの遅延に関してはスマホ1台、タブレット2台、自作 PC2 台に接続してみた。自作 PC1 台でリップシンクにやや遅れを感じたんで Bluetooth の USB ドングルを新しいのに変えてみたら解消したわ。スマホ、タブレットではレイテンシーが小さくなるゲームモードにするまでもなく遅れてる感じはしなかったよ。ゲームモードに切り替えてみると接続が不安定になったので、個人的には音ゲーやるわけでもないのでゲームモードはオフにして使ってる。よく使う機能にマルチポイント接続があるね。アプリを使っても使わなくてもできるよ。操作法が上にもあるし、オープンジャンプの販売サイトにも操作法の動画があるので、そっちも確認してみてね。ではここからは音質と専用アプリ、イヤーファンオーディを中心に進めましょうか。そうしよう。オープンイヤーなんで波形測定はしてないけど、まず低域がどれぐらいしっかり出るのかっていうとこが気になるけど、オープンジャンプは結構出ている方だと思った。もちろん装着がしっかりできていることが前提だよ。比較対象があってのことなの？今常用しているのがシブが SO1、SO2。特に低域は SO2 がとてもよく、オープンジャンプは負けてると思う。SO2 は登場した頃オープンジャンプより価格帯は上だったから差があっても仕方ないし、本体の大きさが結構違う。小さめの本体ではドライバーからの振動をボディ内、特に低域を増幅するようなことはできないだろうから、それを考慮するとかなり頑張ってるなぁと思うんだ。なるほど。全体のバランスはどう？ドラマや映画視聴でセリフの作業が刺さり気味に感じたので、やや音域寄りかなぁという印象。EQ 調整すればと思っていろいろ試してみたよ。こんな EQ セッティングにしてる。アプリにたくさんの EQ プリセット、そしてカスタム EQ がある。高域は効果あるんだけど、低域は効果が感じにくかった。音割れ対策でリミッターがかかるみたい。音量が下がる。シアターモードは使ってみました。結構空間がワイドに感じましたよ。だよね。
効果はあるし心地よく広がるけど、低域不足に感じるのとアプリの EQ と同時には使えないんだよ。元の音質が高域寄りに感じ、個人的には EQ をかけっぱなしにしたいんでちょっともどかしい。 EQ は外部アプリに任せてもいいかも。音楽再生に USB オーディオプレイヤープロを使用していて、その中の EQ に渡すという流れ。音割れだけ気をつければ結構効果ある。そうすればシアターモードと EQ が同時に使える。なるほど。それもいいかもしれませんね。アプリは発見の項目が面白かったよ。1、睡眠。28個のプリセットされた環境音を選ぶだけ。よく眠れそう。2、音。いろんな環境音を最大10個までミックスできるのがポイント。さらにミックスした音量バランスが調整できて、それを保存しておける。これも癒される。面白い機能が結構気に入ったけど、アプリの出来としてはもうちょっと頑張れって思う。頑張れポイントはシアターモードと EQ の同時使用の実現、ゲームモードでの安定接続、 EQ パラメーターでフリケンシーと Q の設定の実現という感じ。結構わがままかもだけど。最後は音楽中心で使った場合です。 LDAC 接続で聞いてみた。音源は24ビット 96kHz のフラッグ。 EQ 調整で歌物とインストで少しセッティングを変えてるけど想像以上にいい。結構音量を上げてるのにキーボードを打つ音が聞こえてくるのが不思議。ああ、これオープンイヤーなんだよなーって気づかされる。それぐらい音楽もいい感じで聴けたってこと？そう、基準とする判断レベルはオープンイヤータイプの中ではってことだけど、これぐらいなれば大きな不満もなく結構快適だな。しばらく使ってるとコウティのバランスにも慣れてきたし、価格は約9000円。クーポンがあるときは7000円台ぐらいになるんで、これからオープンイヤータイプを買おうと思っている人には結構いいんじゃないかな。そっかー。愛は買うの？そうね。オープンイヤーはほとんど持ってないから買ってみようかな。はい、ということでイヤーファンのオープンイヤーモデルオープンジャンプのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。